今日は紅茶のチーズケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は紅茶チーズケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、紅茶の茶葉を入れた美味しいチーズケーキを作っていきたいと思います。味付けや作り方にところどころポイントがあります。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにチーズケーキの生地の材料からご紹介します。材料はこちらです。クリームチーズ、生クリーム、グラニュー糖、無糖ヨーグルト、薄力粉、卵、お湯、紅茶の茶葉、ホワイトチョコレート。今回はこちらの材料で生地を作っていきます。まず生クリームなんですが、こちらは動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。こちらはお好みの生クリームで作っていただいて OK です。そしてヨーグルトですね。こちらは必ず無糖のヨーグルトを使用してください。今回ね、普通のヨーグルトを使うんですが、もしより濃厚にしたい場合は水切りヨーグルトにしていただくといいかなと思います。そして卵のサイズですね。今回は L サイズを使用していきます。紅茶の茶葉に関しましてはお好みの茶葉を使ってください。今回私は紅茶のティーバッグ2つ分使ってます。そしてあとチョコレートも入れていきます。こちらのチョコレートを入れていただくとまろやかさとコクが加わって美味しい仕上がりになります。それでは続いてビスケット生地の材料をご紹介します。材料はこちらです。ビスケット、無塩バター、こちらの2つの材料で下のビスケット生地を作っていきます。今回私が使用しているビスケットはチョイスのビスケットになります。こちらはお好みのものを使用してください。バターに関しましては無塩バターを使ってください。そして今回はですね、15センチの丸いケーキ型を使っていきます。底抜けタイプの型を使用していきます。底抜けを使っていただくと最後取り外す時に取り外しやすくなります。ただ底抜けタイプがない場合は底付きタイプでも大丈夫です。そしてこちらの型に丸くクッキングシートまたはオーブンシートをくり抜いて敷いてください。あと側面はこのように細長く切って敷き詰めてください。こちらのケーキ型の準備は必ず生地を作る前に行ってください。それでは早速作っていきたいと思います。それではまずはじめに下のビスケット生地から作っていきます。最初にこちらのバターを溶かしバターにします。電子レンジ 600W で30秒加熱してください。はい、30秒加熱しました。そしたらね、バターをよく溶かしてください。はい、OK です。バターはこのように綺麗に溶かしておいてください。それでは続いてビスケットを細かく砕いていきます。ではこのジップ袋の中にビスケットを入れます。そして綿棒などを使って細かく砕いてください。この時ね、できるだけ細かめに砕いてください。そうすると仕上がりが綺麗になります。はい、OK です。このように細かめに砕いてください。そうしましたらこちらに溶かしバターを入れます。そしてバターを全体にしっかりなじませてください。はい、このように全体になじめば OK です。そうしましたらこちら先ほど準備しておいた肩の底の部分に敷いていきます。ではこちらのビスケット生地を入れます。そしてゴムベラなどを使って全体に敷き詰めましょう。はい、このように綺麗に敷き詰めてください。そうしましたらこちらは使うまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。それではね、早速生地を作っていきます。まずですね、こちらの紅茶の茶葉をお湯で蒸らしていきます。そうすることによってしっかり紅茶の香りを引き出すことができます。まず器に紅茶の茶葉を入れてください。そしてここにお湯ですね。そしてよく混ぜましょう。このように茶葉全体をお湯になじませてください。そしてこのままですね、だいたい5分ほど蒸らしていきます。それでは続いて紅茶を蒸らしている間にホワイトチョコレートを細かく刻んでいきます。できるだけね、細かめに刻むようにしてください。このように細かく刻みましょう。チョコレートはこのようにボウルの中に入れておいてください。それでは続いてこちらの生クリームを電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。そしたらですね、先ほど蒸らしておいた茶葉をこのまま全部入れてください。そして混ぜましょう。
よく混ぜたらここにラップをして、そしてこのまま5分蒸らしてください。このように蒸らす作業を入れていただくことで紅茶の香りをしっかり生クリームに移すことができます。ではね、このまま置いておきます。はい、5分経ちました。ラップを外してください。そしてもう一度よく混ぜましょう。はい、これで OK です。このように蒸らしてしっかりとね、紅茶の香りを移してください。先ほど刻んだチョコレートを用意してください。ここに古式などを置いて、そして生クリームを加えます。あんまりね、紅茶の茶葉が多いと口当たりに支障が出てくるので、少しこしていきます。このようにね、ゴムベラなどでちょっとね、押さえつけます。そうすることで粗めの茶葉だけ取り除くことができます。はい、 OK です。一度こちらを混ぜます。余熱でね、チョコレートを溶かしていきます。はい、 OK です。チョコレートが綺麗に溶けるまで混ぜてください。この時にチョコレートが溶けきれない場合は電子レンジ 600W で10秒から20秒ほど加熱して溶かしてみてください。加熱しすぎると膜ができたり、あとは風味も変わってしまいますので、少しずつ加熱して溶かすようにしてください。生クリームの準備はこれで OK です。こちらは使うまでこのまま置いておきます。それでは続いてクリームチーズを練っていきます。ボウルに開けましょう。今ね、こちらのクリームチーズは冷蔵庫から出して10分ぐらいしたものになります。このまま練っていきたいんですが、まだちょっと硬いので、一度電子レンジで加熱して柔らかくしていきます。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたらゴムベラで練っていきます。この時まだちょっと硬いなと思った時はプラス10秒ほど加熱してみてください。一気に40秒加熱してしまうと焦げる時があるので、必ず最初は30秒だけ温めてみてください。はい、 OK です。このように柔らかくなるまでしっかりと練りましょう。そうしましたらここにグラニュー糖を加えてください。そしてよく混ぜます。はい。で、このように滑らかになるまでゴムベラで混ぜてください。そしたら今度はですね、泡立て器に持ち替えて30秒ほどしっかりすり混ぜていきます。はい、 OK です。このように滑らかになるまでしっかりと混ぜましょう。続いてこちらに卵を割り入れます。そしてよく混ぜましょう。はい、 OK です。ヨーグルトを入れます。そしてよく混ぜましょう。そうしましたら先ほど作っておいたこちらの生クリームなどを入れていきます。よく混ぜましょう。はい、 OK です。それでは続いてここに薄力粉をふるって加えます。薄力粉はね、ダマにならないように必ず茶こしなどでふるって加えてください。そして混ぜましょう。ダマができないようにしっかりね、混ぜてください。はい、生地はこれで OK です。そうしましたらね、最後一度こちらの生地をこしていきます。そうすることでとても滑らかな食感に仕上がります。それではね、こしていきます。はい、 OK です。ではこちらを型に流し入れていきます。それでは型を用意してください。生地を流し入れます。そしてちょっとね、揺らします。それでは170度に予熱したオーブンで45分焼いていきます。はい、焼き上がりました。焼き上がりはこのようにプルプルっとした感じになってます。この後ね、しっかり冷ますと固まってくるので、このまま粗熱を取っていきます。このようなケーキクーラーの上に置いて、表面が乾燥しないように上にふわっとキッチンペーパーをかぶせて粗熱を取って冷まします。はい、粗熱が取れて冷めました。今ね、こんな感じの状態になってます。さっきはね、プルプルしてたんですが、粗熱が取れて冷めるとこのようにしっかりと固まってきます。それではこのように常温でしっかり冷ましたら、表面にラップをかけて冷蔵庫で半日しっかりと冷やしてください。はい、半日しっかり冷やしました。ラップを外します。はい、こんな感じでずっしり濃厚な仕上がりになってます。型から外したいと思います。型よりも高いこのような容器を用意してください。そしてこの上に型を置いて、そして側面の型だけ下に下ろします。あとはオーブンシートを剥がします。ピリピリピリっと底の部分にナイフなどを入れます。はい、でオ
オーブンシートもね一緒に取れました。そして置きます。これで紅茶のチーズケーキの完成です。こんな感じでね美味しそうに仕上がってます。はい、これで紅茶のチーズケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにずっしりとした仕上がりになってます。それでは切りたいと思います。はい、断面はこんな感じになってます。このようにとてもずっしり濃厚な仕上がりになりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。口の中に入れた瞬間に紅茶の香りが広がってすごく美味しいです。そしてずっしり濃厚です。すごく滑らかです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の紅茶チーズケーキのポイントです。まず紅茶の茶葉に関しましては、今回私はアールグレーの茶葉を使ってます。茶葉に関しましてはお好みのものを使って作ってみてください。そして今回ですね、ホワイトチョコレートを加えました。このホワイトチョコレートを加えることでコクがアップしてとても美味しい仕上がりになります。そして紅茶の茶葉に関してなんですが、こちらは必ず一度お湯で蒸らしてください。そうすることで紅茶の茶葉の香りをしっかりと引き出すことができます。そしてその後ですね、生クリームの中に入れて5分ほど蒸らしてください。そうすることで紅茶の香りをきちんと生クリームに移すことができます。そしてその後はですね、他の材料と全部合わせるんですけれども、生地を全部混ぜたら一度こすようにしてください。よってとても滑らかな仕上がりにすることができます。そして焼き上がりなんですが、出来たてはプルッとした状態になってます。こちらをですね、常温でしっかりと冷ましていただくとだんだん固まってきます。常温でしっかり冷ましたら、その後は冷蔵庫で半日ほどきちんと冷やしてください。そうすることでとてもずっしり濃厚な仕上がりになります。あとはね、型から外して食べやすい大きさに切って召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は紅茶のチーズケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。